ある週末の日、スコットランド北東部の港町アバディーンにやってきました。基本的に灰色っぽい印象の街ですが、賑やかな中心部に海辺、中世の空気感が残るエリアと、実はいろんな顔があります。アバディーンには異名があって、シルバーシティ、銀の街とも呼ばれているんです。シルバーシティの由来は建物に使われている石にあります。街を歩くと建物の多くが灰色の石造り。その石が日に当たると銀色にキラキラ輝くんです。輝きの正体は花崗岩。アバディーン周辺では良質な花崗岩が取れます。結晶サイズが細かく均一で加工しやすい上、硬く風化に強い。そんな建築に適した性質から18から19世紀頃から建築に使われるようになったそうです。現在、街の中心部には花崗岩で作られたビクトリア時代の建物が並びます。特に有名なのがマーシャルカレッジ。花崗岩建築としては世界第2位だそうです。アバディーンの花崗岩は石英を多く含むため太陽光を反射してキラキラ輝きます。まさにシルバーシティですね。天気がいい日にアバディーンを歩くとちょっと眩しさを感じることもあります。でもなぜアバディーンには高品質な花崗岩が大量に存在したのでしょうか。花崗岩はマグマが冷え固まってできたものです。アバディーン周辺の花崗岩の元となるマグマが発生したのは、およそ5億年から4億年前に起きたカレドニア増産運動と呼ばれる地殻変動が原因です。はるか昔、スコットランドはイングランドやウェールズとは別々の大陸にありました。長い年月をかけて接近した2つの大陸は、ある時衝突し、地殻が押しつぶされ、巨大山脈が形成されました。これがカレドニア増産運動です。形成当初の山脈はヒマラヤ級の規模だった可能性もあるという研究者もいるそうです。増産運動当時、地下には大陸衝突によって巨大な圧力と熱がかかりました。押し込まれた岩石から水が放出され、周囲の岩石が溶けやすくなりマグマが発生。マグマはゆっくりと時間をかけて冷えていき、結晶の細かい高品質な花崗岩に変化しました。そして時間が経つにつれ、巨大山脈は浸食により次第に削られていきました。やがて花崗岩は地表に現れ、採掘できるようになったそうです。カレドニア増産運動はアバディーンの街を彩る花崗岩を生み、現在のスコットランドの地形の基礎を作ったんですね。ハイランド地方、グレンコー、ケアンゴームズ。現在のスコットランドに見られる壮大な景色のルーツはこの時代にあるんだそうです。ちなみにカレドニア増産運動のカレドニアは古代ローマ人が使っていた現在のスコットランドにあたる地域の呼び名です。南太平洋の島ニューカレドニアは冒険家ジェームズ・クックが訪れた際、その風景がスコットランドに似ていると感じ名付けたんだそうです。中心部から少し北に歩くと、オールドアバディーンと呼ばれるエリアがあります。ここは現在のアバディーン中心部とは別に発展した中世の独立都市だったんです。
オールドアバディーンは、この地で布教を行ったとされるアイルランド系の宣教師、聖マチュアの名を冠する大聖堂を中心とした宗教都市でした。1495年には、現在のアバディーン大学の前身であるキングスカレッジが創設され、大学都市としても発展します。しかし16世紀の宗教改革によって宗教都市としての力は徐々に低下。一方で港湾商業都市として成長していったニューアバディーンが主役になっていきます。そして1891年、両者は正式に統合し、現在のアバディーン市になったそう。そんな経緯でオールドアバディーンには中心部とは違った中世大学都市の空気が残っているんです。ちなみにキングスカレッジと先ほどのマーシャルカレッジは1860年に統合し、現在では一つのアバディーン大学になっているそうです。この日私と夫がアバディーンに来た目的は、花崗岩建築を見るためでも、石畳のオールドアバディーンを散歩するためでもなく、実はベトナム料理でした。私も夫もアジアンフード好きなんです。今住んでいるエリアにはローカライズされた中華料理屋さんしかなくて、アジアンフードに飢えていました。頼んだのは定番の生春巻きとビーフフォー。そしてハノイ名物ブンチャー。見た目とってもゴージャスです。値段のことは深く考えないでおきます。円換算した瞬間恐怖で味がしなくなるので。昔ベトナムの路上やローカル食堂で食べたフォーやブンチャーのことはなるべく思い出さないようにします。人気店だけあって味は本格的でしっかり美味しかったです。ベトナムに行った方が本場の方が安く食べられるのは当然なのですが、スコットランドからベトナムへの旅費を含めたら、それこそフォー一杯にいくら費やすことになるのやら。だったら今この街で本格的なベトナム料理を食べるのもありですよね。アバディーンのシルバーシティっぷりや石畳の街並みも堪能できることですし、いつかベトナムに遊びに行けることを願いつつお家に帰ります。和食は食べに行かないのかって？行きません。